有名絵画の贋作を売って大金を生み出し続けてきた天才詐欺師マルケスと贋作師ショドロン。その後フランス・パリへ渡った2人はルーブル美術館に展示された世界的名画モナ・リザに狙いを定める。果たして天才マルケスの企てる一攫千金の策略とは。はいどうも、アルゴメトリのケンちゃんとヤミヤミです。ついに天才マルケスがとうとう絵をターゲットに定めるんです。標的となったモナリザ。1910年の秋、パリに渡ったマルケスはルーブル美術館のモナリザに目をつけ、一攫千金の大計画を思いつく。しかし相手は1日に何千人もの人が観覧に訪れ、知らない人などいない世界的な名画。マルケスの計画の一端を聞いたショドロンは、今まで通り本物を盗むことなく新聞に偽記事を掲載しただけでは誰も信じないのではないかと危惧するのであったが、するとマルケスから衝撃の言葉が飛び出したんです。そう、今度ばかりは嘘は通用しない。誰かが本当にモナリザを盗んでくれないとな。その日からショドロンはモナリザの贋作作りに取り組み始めました。その制作には膨大な時間と手間がかかったそうです。毎日ルーブル美術館に通ってはモナリザの前で模写を続けたり、古美術商を回ってはモナリザと同じサイズのパネルを探したり、これらのパネルからナイフで元の絵を削り取って白紙の状態にしたり、モナリザの制作技法を完全再現するために古本屋を回ってルネサンス時代の画法に関する資料を集めて読み尽くしたり、こうした努力の末、ショドロンは6枚の贋作を完成させました。そして次にマルケスの出番です。マルケスは目星をつけた富豪たちをリストアップし、北アメリカで5枚、ブラジルで1枚売る契約を整えました。そして贋作とはいえ本物のモナリザを盗んだ後では税関の検査で怪しまれてしまうため、あらかじめ売る予定のそれぞれの国に贋作を持ち込んで保管したんです。買い手も決まり、あとは実際にルーブル美術館にある本物のモナリザを盗めば6枚の贋作は即座に売れるという段階になったんです。そしていよいよその日が近づいてきます。いや、ここまでね、先を見据えて計画を立てられるマルケスってマジで天才ですよ。まあそうね。でも私の愛は誰も盗んでくれない。そうだね。世界最高の芸術作品モナリザを相手に壮大な計画と準備を進めてきた2人。そしてついにいよいよ実行の日が近づいてきました。計画実行。準備も佳境に差し掛かった頃、マルケスはモナリザを盗む実行犯はルーブル美術館に詳しい人間がベストであると考え、内部に工事で入ったことがある職人を探しました。そして間もなくパリ19区にある労働者たちが集まるカフェでルーブル美術館のガラスケース工事を行ったことがあり、内部の構造に詳しいという職人ペルージアとランチェロッティ兄弟の3人と出会い、話を持ちかけました。3人はマルケスに提示された報酬金額を聞くとすぐに盗みに加担することを承諾。その後計画を練り、何度もリハーサルを繰り返し、着々とモナリザを盗む計画を進行していったんです。かくして決まった運命の実行日は1911年8月21日。この日はルーブル美術館の休館日であり、週に一度の館内修理の日でもありました。当日は美術品が移されたり工事器具が入ったりして館内が散らかった状態となるため、そのどさくさに紛れて盗み出そうという計画でした。しかし計画に予断のないマルケスはここでも犯行に失敗して3人が逮捕された時のことを考え、自身の本名も住所も教えず、さらに計画前日と当日の盗みそのものは完全に彼らだけに任せて、自分は離れた場所にいたんです。実行日の前日である8月20日、ペルージアとランチェロッティ兄弟はルーブル美術館を訪れ、閉館間近まで中を散策しました。ルーブル美術館の内部に詳しい3人は、館内にあった小さな倉庫が警備の目が届きにくい場所であることを知っており、前日からその倉庫の中に隠れて潜入しておくという考えでした。そして閉館間近、計画通りに倉庫内に隠れた3人はここで一晩を過ごし、翌日の実行本番を待ちました。
翌朝午前6時半、ルーブル美術館の門が開かれ、十数人の職人たちが入ってきたタイミングで、3人は職人たちと同じ白い作業着に着替え、彼らの中に紛れ込むことに成功。3人はそのまますぐにモナリザに近づいて壁から外し、ペルージアが上着の中にモナリザを入れ、そのまま堂々とルーブル美術館から立ち去ったんです。マルケスの読み通り、この日ルーブル美術館で働いていた職人たちの中でモナリザが壁にかかっていないことを怪しむ人はいませんでした。そして翌日、画家のルイ・ベローがモナリザの行方を確認したことから、ようやく事件が発覚したんです。100人以上の警官が動員され、守衛や前日に入っていた職人たちにも事情聴取が行われましたが、確たる証言は得られず、警察は国外への持ち出しを警戒して国境を封鎖し、駅には検問所を設けましたが、ここでもモナリザは見つからず、この事件を知ったマスコミが大々的に報道し、フランス中が大騒ぎ。ルーブルにはもともと本物のモナリザなどなかった。モナリザは上から別の絵に塗り替えられ、すでに国外に流出した。盗んだのは国際的なスパイ組織で、勾留されている仲間を釈放するならモナリザを返すと言っている。など、およそ見当違いの噂が乱れ飛びました。そして警察は犯人として当時無名だった詩人のギヨーム・アポリネールと、その友人で画家のピカソの2人を誤認逮捕してしまったんです。なぜ彼らが逮捕されてしまったのでしょうか。当時のパリには芸術家の卵たちが多く集まっており、駆け出しの頃のピカソもその一人だったんです。アポリネールはそうした無名芸術家たちの親分のような存在でした。捜査の初期段階で、そんな親分肌のアポリネールの家に居候していた友人ピエネという男に窃盗の疑いがかかったんです。ピエネは窃盗の常習犯で、4年前にルーブル美術館から彫刻を盗み、ピカソに売りつけた前科があったんです。以来ピエネはしばらく行方がわからなくなっていましたが、1911年4月に再びアポリネールの下で居候し始めたんです。しかしピエネがまだ盗みをしていることに腹を立てたアポリネールは彼を家から追い出したんです。そして偶然にもこの日がモナリザの盗難の前日だったんです。運の悪いことに、その少し前、アポリネールとピエネが駅で親しく話しているところを友人に見られており、この証言から当然疑いがかかりました。そしてアポリネールは逮捕され、2日後には疑わしい美術関係者という理由で友人であるピカソも誤認逮捕されてしまったんです。結局証拠不十分で2人は釈放されましたが、このことは2人の心の傷となりました。いや、ピカソってピカソがまさかここで出てくるのね。いや、そうなんです。ピカソが捕まるってことは、依然ね、手がかりが何にもないことを意味しているんです。そしてモナリザが盗まれてもう永久に戻ってこないかのように思われたんですけど、なんとあることがきっかけで2年後にモナリザが無事戻ってきたんです。モナリザが自分で？いや、犬か！マルケスの怠慢とペルージアの暴走。ペルージアたちが盗んできたモナリザを前に大喜びしたマルケスは3人に大金を渡し、9月中旬、富豪たちに贋作を売るため北アメリカへ行きました。贋作を売る計画を知らないペルージアたちは、マルケスが勝利の旅行に行ったと思い、その間ランチェロッティ兄弟の一人のアパートにてモナリザを大切に保管しました。ペルージアはいずれこのモナリザに買い手がついて、その時にはマルケスはまた俺たちに大金をくれるはずだと信じ、ひたすらマルケスからの命令を待っていました。一方その頃、北アメリカではマルケスが持ってきたモナリザを本物であると信じた富豪たちが惜しみなく約束の金を払いました。契約していた6枚は全部売れ、マルケスは日本円にして合計40億ほどの大金を手に入れたんです。大計画も無事終了し、マルケスはこのままアメリカにもフランスにも帰らず、警察の追及も来ない北アフリカで過ごそうと考えたんです。そしてマルケスはペルージアにまた指示を与える約束を忘れ、結局ペルージアと本物のモナリザをほったらかしにしてしまったんです。マルケスからの連絡を1年以上待ち続けていたペルージアは、最初にもらった金をギャンブルなどで全て使い果たしてしまいました。そしていつまでも連絡してこないマルケスにだんだんと腹が立ってきたペルージアは、もうマルケスは無視してモナリザを売り自分の金にするという計画を立て始めたんです。そしてモナリザ盗難事件から約2年後の1913年12月の初め、ペルージアはイタリアのフィレンツェの古美術商であるアルフレード・ジェリにモナリザを鑑定してほしいという内容の手紙を出したんです。
モナリザの作者レオナルド・ダ・ヴィンチはイタリア人なので、フランスが奪い取ったモナリザをイタリアなら秘密裏に買ってくれるとペルージアは考えたんです。そして同年12月12日、ジェリはペルージアと会い、彼が持ってきたモナリザを自宅に持ち帰り、念入りに細部を調べました。そして驚きとともに本物のモナリザであると鑑定したジェリはすぐに警察に連絡し、ペルージアはあっさりと逮捕されてしまったんです。モナリザ発見のニュースは世界的に報道され、最終的にはルーブル美術館に返されることになったんですが、その前にイタリアの各地で展示され、どこも大勢の人々に熱烈に歓迎されたんです。そしてペルージアの監獄にはイタリア人の人々から花やワインなどの差し入れが次々と届き、マスコミの彼のことをモナリザをイタリアに持ち帰った英雄などと報道して、ペルージアはちょっとしたスターになっていたんです。こうしてペルージア自身もすっかりご機嫌となり、裁判でもペルージアは自分がモナリザを盗んだのは愛国心からであって決して金が欲しかったわけではないと力説。裁判も事件の真相を解明したり、彼を罰しようという雰囲気は希薄で、共犯のランチェロッティ兄弟やマルケスのことにはほとんど触れず裁判は終了したんです。結局ペルージアは裁判で7ヶ月の勾留を宣告されましたが、逮捕からすでに7ヶ月と9日が過ぎていたので、その場で釈放されました。一方マルケスはペルージアに本名も行き先も教えていなかったため、安心して逃亡生活を過ごしました。こうしてモナリザ盗難事件はペルージア以外の犯人が逮捕されないまま収束したんです。ちなみに今回お話ししたモナリザ盗難事件の真相は、マルケスが友人である新聞記者に語ったものになります。マルケスは1921年に死亡し、その翌年彼が語ったこの事件の真相は公表されたんです。いやもうなんかみんなマルケスの手の内って感じよいね。やもうほんとコロコロ転がされてたんですよ。私も転がされたいな。無理入った途端頭痛に襲われる森、鳥が大量自殺する村。次回は世界各地に存在するミステリースポットをご紹介。理解不能な現象に震えが止まらない。